この書き心地、やばー。滑らかー。こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラストがうまく見えるテクニック5選ということで、イラストを描くときにこれを意識すると絵が一気に見栄えよく描けちゃうよというテクニックを5つ紹介していこうと思います。それと今回はポイントだけを紹介するわけではなく、1枚のイラストを描いていく流れの中でおすすめのテクニックを紹介していくので、かなり実践的かつ使えるテクニックになると思います。見た後にね、すぐに活用できる内容になると思いますよ。それと今回はじゃん !XP ペンさんよりアーティスト12サードをご提供いただいておりますので、こちらを使ってね、イラストを描いていこうと思います。XP ペンさんのペンタブ。個人的にはですね、液タブがすごく気に入っていて、毎回ね、すごく描き心地がいいんですよね。はい。今回も楽しみです。今回の動画を見ていただければ、イラストを描くときに、クオリティアップするために意識すべきところを知りたいというお悩みを払拭して、描けば描くほどクオリティが上がるように進化していただけると思います。それでは早速行ってみましょう。ラフを描く前にラインを描く。まず最初にお伝えしたいのは、ラフの前にラインを描くっていうことをお勧めしたいと思います。ラインって何？ラインって線だよね。そりゃ絵を描いていくんだから、線は描くでしょって思ったあなた、それ完全に間違ってますよ。ラインというのは、絵の大雑把な方向性を決める大事な要素。つまり、そうですね、わかりやすく言うと、大雑把な方向性のようなものです。実際、今回のイラストの描き始め、見てみましょう。はい。こんな感じですね。ふにょっと、めちゃくちゃ適当な線を描いているように見えますよね。はい。いきなりですね、人の形を描いていくわけではなく、流れるような線で、そこまで大雑把に描いていくの？って思っちゃうぐらい、いい加減なね、線を描いていきます。はい。これがですね、ラインなんです。では、ラインの解説をしてみましょう。ラインは、絵の大雑把な方向性を決めるための作戦のようなものなんです。例えば、これは、集中線が真ん中の人物に伸びている集中ラインです。迫力を表したかったり、素早さを表現したい時には、うってつけのラインですね。そしてさらに、こちらをご覧ください。これは、縦ラインです。静かな雰囲気を表したり、背景の荘厳さ、雄大さを表現するときなんかは、このラインを使うとうまくいきます。実際に人物がいた方がわかりやすいかもしれませんね。もう少しだけ具体的な絵を見せます。例えば、こちらの横ライン。赤がラインで、真ん中に人物が配置されていますよね。これは静けさや背景の広さを強調するときに有効です。ラインをこのように山に置き換えてみると、ほら、すごくね、空が広く感じられますよね。そしてこちらはさっき紹介した縦ライン。こちらも同じようにラインを具体的な何かに置き換えてみましょう。はい。木に置き換えました。縦に伸びる木の縦ラインが高く伸びる樹木の雄大さを表現しやすい構図になっています。はい。そして最後、斜めライン。この斜めのラインは結構便利で、動きがあまりないポーズに対しても動きをつけて楽しいイラストに仕上げることができる効果があります。ほら、簡単なエフェクト表現に置き換えてみましたが、なんかこう、ひらめいたみたいなちょっとしたスピード感が生まれましたよね。はい。勘がいい人はもうお気づきかもしれませんが、今回使ったのはこの斜めライン。女の子が髪の毛か帽子を押さえながらポーズをとっている絵にしようとは思っているんですが、このままですね、まっすぐ立ってしまうと、なんか動きがなくなりそうだなと思ったので、最初に斜めラインを描いて絵に動きを持たせようっていう大雑把な方向性、作戦をここで立てたわけなんです。まずは棒人間を描く。さあ、次の段階に進みましょう。次はいきなり人物を描いていくわけではなく、その前の準備、棒人間を描いていきます。はい。準備多いですよね。でも準備をきちんとすることで、絵ってね、うまく描けるようになるんですよ。実際見てみましょう。まだ具体的なキャラクターは描いていきませんが、このように単純な丸と線だけを使って、大まかにこんな感じのキャラクターがこのぐらいの大きさで画面にいます。関節はこの辺りにあって、ここから足が曲がってます。肩はこのぐらいにあって、ここから腕が生えてます。そしてここが肘で、ここから腕を曲げていて、そして頭に手を添えてますって感じでね、もう本当に簡単でいいので、棒人間で人物の当たりを取っていきましょう。ちなみにですね、今角度をつけた棒人間を描きましたが、棒人間の初歩的な描き方はこんな感じで、丸で頭を描いて、そして首描いて、肋骨をイメージした三角形を描いて、で、その下に骨盤の三角を描いて、その両端から足を生やして、で、その後で肩を描いて、肘描いて、最後に
手のひらを描きます。はい。こんな感じでね、基本的な棒人間は描いていきますね。ポイントなのは、顔の表情まで描いておくっていうこと。イラストにした時のイメージが湧きやすいので、簡単にでいいので、ちゃんと表情まで描いておきましょう。はい。正面の棒人間が描けたら、このように角度をつけたり、いろいろなポージングを取った棒人間を練習してみます。いきなりね、立体的なキャラクターを角度をつけていろいろなポーズで描いていくのは難しいと思うんですが、このように棒人間だと腕や足、胴体に厚みが存在しないので、意外とですね、すんなり角度をつけて描けることにびっくりすると思います。立体的に絵を描くのが苦手という方は、まずはこのやり方で人物を大雑把に描くことをやってみてください。かなり楽に角度のついたイラストを描き始めることができると思いますよ。線をつなげずに描く。さて、次は線画を描いていきます。今描いた棒人間で、ある程度体のバランスや顔の向き、大きさなどが分かっているので、この上にキャラクターを実際に描いていきます。この間にね、もう一段階大雑把なラフを描くこともありますが、今回はね、割と丁寧に線画を描いていってみましょう。こういう感じで、いきなり線画を描くときにはコツがあります。線はあまりつなげずに、シュッ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 と意識的に線と線を離しながら今描いた線が的を射ているのかどうなのか、立体的に描けているのかどうなのかをこうね、確かめながら描いていくような描き方をするといい感じにですね、立体的な線が描けるようになると思います。ほら、見てください。よーく見ると僕は線と線の間をちょっとだけ隙間を空けて、線と線がね、あまり繋がっていないことにはお構いなしで絵を描いていますよね。これね、不思議なことに線を綺麗に最初から繋げて描こうとすると、なんかですね、平面的になっちゃうんですが、意識的にこうやって線と線を離して描くことによって、線というよりも面を意識できるような感じで描けるので、なんだか立体的に絵が描けるようになるんですよ。はい。騙されたと思ってやってみてください。あれ？なんかいつもよりも絵が描きやすい。立体的に描けるってなると思います。でね、線画の途中なんですが、これね、言わせてください。アーティスト12サード。これね、めちゃめちゃ描きやすいです。この描き心地、やばー。いや、なんかね、別に設定を細かく調整したわけじゃないんですけど、最初のタッチからね、めっちゃ線が馴染んでるんですよ。なんかね、こう、思ったように描けるっていうか、こう描こうって頭で思い浮かべるじゃないですか。その線画がそのままここに出力できるっていう感じ。めちゃめちゃスムーズ。いや、なんかね、液タブって正直どれも大差ないように思えちゃうじゃないですか。これ僕の感覚的な問題なのかな？ XP ペンさんの液タブね、線の描きやすさがなんか一段抜けてるような、なんかそんな描き心地の良さを感じます。滑らかー。今回使っているのは XP ペンの一番の売れ筋液タブ、アーティスト12セカンドの進化版ということなので、かなりね、人気の商品ということです。これはね、人気のはずだわ。さあ、そんなこんなでね、液タブが描きやすいと、あっという間に線画が出来上がる感じがします。下半身もしっかりと描き入れつつ、お腹のボタンあたりに XP ってね、特徴的な文様を描き入れていきます。背景はね、まだ具体的にどうするか決めてないですが、こんな感じのリボンを流れに沿って入れていき、リズムを作っていこうかなと思っておりますよ。はい、線画は一旦こんな感じで完成です。アーティスト12サードの内容物の紹介。さて、色を塗る前に内容物紹介していきましょう。パッケージのデザインはイラストレーターのハムメロン先生のイラストです。箱を開けるとまず液タブ本体が入っています。12インチディスプレイなのでコンパクトで軽いです。裏はこんな感じですね。滑り止めのゴムがついています。画面の横に8つボタンがついていて、真ん中にね、コロコロが2つついているのが特徴的ですね。で、ケーブル類が入った箱と、説明書や返信が入った箱。そしてこの箱にはペンが入っていますね。で、最後、タブレットを立てかけるためのスタンドが入った箱が入っております。並べるとこんな感じ。左上から液タブ本体、2ボタンのペン、返信、手袋、ケーブル類、そして上に行って画面クリーナー、キーホルダー、ポストカード、そしてタブレットのスタンドと説明書ですね。特典のね、イラストアクセサリーは同じくハムメロン先生のイラストで日本限定のものということです。タブレットスタンドはこんな風に最初折りたたまれていて、両側のアームをカパッと広げて、
ここにタブレットを置いて立てかける仕様です。このタブレットスタンド、表面がゴムになっていてね。で、さっき紹介しましたが、タブレットの裏にもゴムがついていたじゃないですか。なので、このスタンドに立てかけると、かなり安定して滑らないので、これね、かなり書きやすい感じがしますね。はい。そしてペンはシンプルな2ボタンのペンです。まん丸じゃなくて、ちょっとだけ角張った感じなので、握りやすいと思います。さあ、試し書きしてみましょう。これね、伝わるかな？めちゃくちゃ早く書いてるんですけど、しっかりと筆圧のニュアンスを掴んでくれて、全然ね、違和感ないんですよね。示唆も感じないので、かなりいい感じです。はい。それもそのはず。このアーティスト12サードは、最新の X4 スマートチップを搭載。音荷重 2g まで進化し、16384筆圧レベルまで感知するという繊細さということなんです。そして 99% sRGB の公式域カバー率に大幅に向上したモニターなんですが、それに加えて画面が AG ナノエッジガラスを搭載しているので、このように素早くペンを走らせても傷つきにくいというのが特徴だということです。これはね、安心ですね。あとこんな感じで画面の端についているコロコロでダイヤル操作ができるので、こんな風に画面をズームアップ、ズームアウトしたり、線の太さを変えながらスムーズに絵を描くことができるのも特徴です。あとペンをこんな風に画面の上にマグネットで付けられるのも気が利いています。これいいですよね。で、最後驚きなのが価格です。皆さんね、液タブって聞くと価格的にね、ちょっと警戒しちゃいませんか？いや、使いやすいんでしょうけど、お高いんでしょって。はい。僕もね、最初聞いて驚いたんですが、このアーティスト12サード、なんと税込み価格でですよ。税込み価格で 32,980 円。マジ？って思いますよね。はい、これね、聞いたところ、正直ね、利益度外視で赤字覚悟でこの価格設定にしているということなんです。エントリーモデルとしてもね、めちゃくちゃ嬉しい価格ですよね。背景を一旦グレーで塗る。さあ、次のコツは結構簡単な色塗りのコツなんですが、意外とみんなやってないであろうコツですね。それは背景を一旦グレーで塗っちゃおうっていうこと。こんな感じでね、一旦背景をグレーで塗っちゃいましょう。っていうのは、青とか赤とかね、はっきりした色を塗っていくときにはいいんですよ。でもこの子のシャツのように、白で塗っていくときってちょっと困りませんか？背景の白に白を塗っていかなきゃいけないので、あれ？どこまで塗ったっけ？ってね、途中わからなくなっちゃうことって結構あると思うんです。なので、背景を一旦グレーで塗っちゃうことで、白色でもね、はっきり目視しながら塗ることができるので、これね、結構細かいコツなんですが、意外と塗り漏れなどを防止するときには重要なコツだと思います。皆さんも次、色塗りするときには取り入れてみてはいかがでしょうか。さあ、ここから背景を描いていきましょう。キャラクターをちゃんと仕上げて、次に背景っていう人もいると思うんですが、僕の場合はキャラクターを仕上げる前、影などをつける前に、ある程度背景の色決めちゃいます。なぜかというと、背景の色味によって影をね、どのぐらい濃くした方がいいのか、薄くした方がいいのかが決まってくるからです。背景がね、淡い色なのに、キャラクターの影だけをめちゃくちゃ濃くしてしまうと、ちょっとね、浮いてしまいますし、背景がしっかりパッキリ鮮やかな色なのに、キャラクターの影が薄いと、インパクトにね、欠けてしまいますよね。なので、キャラクターを仕上げる前に、背景の色を決めちゃう。これはね、結構重要なポイントだと思います。あ、これ、5つのポイントに入れてませんでしたね。はい。でもね、結構大事なポイントなので、覚えておいてくださいね。はい。といったところで、背景も含めて、大体イラストのイメージが出来上がりました。影で立体感をプラスする。さあ、ここからは影付けです。影でキャラクターの立体感をプラスしていきましょう。ポイントなのは、あまり細かい影ばかりをつけていくと立体感が出ません。例えば、線をなぞるようにして影をつけても、そこまでね、立体感は強調できないんですね。なので、できるだけ絵を線として捉えるのではなく、面として捉えて、ここで面が切り替わっているから、ここの面は影になるだろうなぁと思い切って大きく影を落としてあげることです。例えば、胸あたりは下の面を思い切って影にしちゃってますよね。こんな感じでね、まずは大雑把に影を入れてあげることで、絵に立体感をプラスして、キャラクターの存在感をアップしていくことができます。ぜひね、大きな意識で影をつけて、立体感をプラスしていくやり方、意識してみてくださいね。はい、最後、エフェクトなどを書き入れて、イラストの細部を整えていったら、イラストうまく見えるテクニック5つのポイントを紹介しながら書いてみました。XP ペンちゃんの
のイラスト完成です。はい。僕的に気に入っているのは、胸元のネクタイがペン型になっているところと、あとお腹あたりのボタンのところにあるね、XP ペンの模様ですね。いやー、描きやすくてめちゃくちゃはかどりました。といったところでいかがだったでしょうか。今回は XP ペンさんよりアーティスト12サードをご提供いただきつつお絵描きしてまいりました。商品気になったよという方はですね、動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。